25年ずっと置いてあったんですけど、いや、顔巻きエンジンかかるかどうかね、やってみようと思います。はい、ジェントル山本です。今日はね、なんとこの前です。はい。発掘してきたんですけど、はい。えみちゃんどう思う？なんかボロボロ。ポロポロはい。確かにボロボロ。でもどうなん？まあちょっと一周パーッと取ってみようか。まあなんか時代を感じるというか古いというかずっとどっかにしまってあったかのような。そうなんですよ。そうなんですよ。本当に合ってる。お、よかった。まあ見てこれ、この錆び具合というか。どうこのホイールなんかもシャビシャビ。本当放置されてたって感じがしますけど。そうなのよ。これ実はね、はい。1998年から25年間止まりっぱなし。本当に納屋の中に寝てました。あ、なんかでも本当そんな感じしますもんね。そう、それをね、今回引っ張り出してきて、どんな状態か。まずね、この全ての車両のチェックとエンジン始動までやってみたいと思います。エンジンもかけちゃうんですか？どういう状態かだけは把握しないと、まあ次のオーナーに渡すにしろ何にしろ困っちゃうので、とりあえずどんな状態か、一応エンジンかかるかどうかは分かりません。分からないけどチェックしてみようと思います。でとりあえずそれでね、このオートバイのまずはね、このオートバイが何かっていうところから説明してみようかなと思います。まずまあこのオートバイっていうのは、昭和50年に発売された川崎 Z750RS。僕らがね、いつももうたくさん使ってる Z1 の、まあ一応弟分のようには言われてるんですけど、国内正規モデルは 750cc で Z2 と呼ばれてます。で、まあ Z1 とね、Z2 のね、違いって何かっていうと、もう一番最初にパッともう見た時に違うのはエンブレム。はい、ダブルオーバーヘッドカムシャフト。前ね、えみちゃん、この動画上にね出てると思うけど、あの動画の時は900って書いてあったよね。あれが Z1。Z2 っていうのはここが750なんだよね。なるほど。要はね、日本の当時の法規制に合わせて 750cc 以下のオートバイを売ってたのね、国内販売では。それで750になってます。であと次にね、違うところっていうと、まあメーター。まあでもね、メーターに関しては、ヨーロッパに輸出されたやつは一緒で、キロメーターになってます。アメリカから北米からよく帰ってくるうちにある Z1 はね、ここがマイルメーターになってるんだけど、そしてここ、速度警告灯。ここについてるんですね。こんなところに。そうなんですよ。だから逆に言うと、アメリカから来てる Z1 っていうのは、ここがめくらぶたでね、ゴムで塞がってるんですよ。これ、もしね、ここに企画写真。後で購入してあります。ここに企画写真。そうなんですよ。だからこの Z2 っていうのはここに速度警告と。そしてね、今度タンクの方に目を移してもらうと、もうね、今日ね、今回ちょっと埃も取らないでね、撮影してるんで、ここにね、ステッカー。タンク自体は Z1 と同じなんですよ。塗装も一緒だし、製品が全く一緒なの。日本国内で販売された Z2 についてたものだけ、このステッカーが貼られてます。でまあこのステッカーが剥がれてたとしても、ステッカーのあったところだけ色が濃く残ってます。だから本当にこの四角いのがね残ってるのが通常の Z2 のものになります。であとシート下でいくと、普段はねここにこういうアメリカだとね北米向けの説明のステッカーがあるんですけど、そういったものがなくて、前もね Z1 で説明したと思うんだけど、これが全部日本語で、点検整備場の注意型式 Z2 というふうにね、日本語でされてるのが、国内モデルの特徴になります。あとはねもうほとんど変わらないですね。でここに貼られてるものも日本語なんですよ。本当だ。今度ねまたねZ1 と Z2 ね、これが Z2 で、この年式だと Z1B っていうものが同時期に作られてました。その同時期に作られてた2台ね、だいたい生産年月が同じぐらいのオリジナル車を並べてどこが違うかね、それまたね今度ねゆっくり撮りたいなと思います。それではこの車両をね順番に見ていきましょう。僕ね極力
嘘をつきたくないので、はい、持ってきたままの状態をお見せしたいと思うんですよ。だからね、洗ってないです。ですね。掃除もしてないです。もちろんオリジナルメーター、距離は42,585キロ、2オーナーのオートバイになります。はい。で、当時これのオーナーさんっていうのは中古で買われて、それから大事にずっと乗られてたんですが、最後家の納屋に止められて25年間止まったままの状態になってました。これがね、シートカバーにかぶってずっと置いてあったんですけど、もう見ての通りステアリング錆びてます。スイッチ類もそのままです。ね、キルスイッチ動くよ。わあ、そのところ今硬かった。はい、でもちろんポジション、オン、ポジションオフ、ね、上点じゃない時代だから、でこれセルフスタートね。これがね本当に一緒ですね。はい。で左側ハイロー、ウインカー右左でホーンとパッシング。スイッチってこれだけじゃないかな。もうこれで全て動作確認終わりって感じかな。でオリジナル度で言うとレバーのコーティングも残ったまま、右側のクラッチレバーのコーティングも残ったまま、ブレーキレバーのコーティングも残ったままで、ヘッドライトさっきも言ったんだけど速度警告灯があって、ウインカーも当時のまま降りてもらって、フロントフェンダーもシャビシャビ。でもねこれね磨いたら取れるレベルなんだけど、あえて取りません。次のオーナーさんが決まったらオーナーさんが綺麗にしてって言ったら綺麗にします。でオーナーさんがそのままでいいよって言ったらそのままで整備を始めますっていう感じになっていくのかなって思います。でホイールもね、ホイールもね番号を読んだんだけど、当時のリムで高砂のリムで間違いなく番号まで合ってたので、はい、オリジナルのリムになります。ブレーキディスクもうね本当に走ってないね。うちもうそのまま。はい、最初引きずってたんがここかもしれないね。ちょっと引きずり剥がしたんで、そこだけちょっと綺麗になってますが、はい、それ以外そのままです。まあお茶目なところで言うと、つるが絡まってたのが、はい、ここも本当に放置でね、本当だ、はい、つるがねガーって伸びてたのはもうつるを切って、屋内だったんですけどね、こういった細いつるが巻いてました。まだねハブの中までつるが巻いてるんで、そのままの状態で残ってて、まだホコリも取ってないです。マフラーなんかもわー、サビサビですけどオリジナルの4本マフラーついたままになってます。でステアリングダンパーもそのまま当時のがついて残ってますし、そうですね、あとは、はい、そうやね、もうほとんど何もね触った方がないですね。はい、でもねこれが独特の、またね今度ね Z1 と並べての比較動画の時にね、いろいろ説明したいと思いますが、この辺り見てもそのままが Z2 ペダルだなというのがよくわかります。でね、マフラーも当時のオリジナル4本マフラーがストックで残ってる状態。まあ本当にアルミサビから何からそのままだよね。そうですね。でね、実はね、エンジンが黒いんですけど、前僕の言ってたいろんなチェックの仕方あるんだけど、ホコリで見えません。またね、今度次回、しっかりとそういう比較動画の時に見たいと思います。でそのままずっと来てね、もう見てこれ、青サビまで出てるね。もうこれがリアショックの今の状態。ホイールも全部サビサビのまま。でもね、これ表面のサビだからね、落とせばピカピカになると思う。だけど今回は絶対触りません。次のオーナーさんがどうしてくれっていうまではね、このまま、はい、今はもうお預かりしてる状態なんで、このままうちらは手を加えずこのままにしておきたいと思います。ただね、機関がちゃんと動くのかとかってね、その辺だけはしっかりと確認して、はい、お話できるようにしたいなと思います。で、みちゃこっち来てこっち来て。すごいでしょこれ。フェンダーももうね本当にシャビシャビ。全部そのままもうサビサビだよね。だけどなんか芯まで朽ち果ててるというよりは表面なんだよね。そうですね。でもさすがにほらカバーかけてずっとあったから、湿気って下に沈むじゃん。ここは腐食してるね。なるほど。だからここまでバイクカバーかぶせて、で湿気が下に来るから、これぐらいの位置ってすごいね。ほらセンタースタンド下の部分だけ朽ち果ててるもんね。これはねやっぱり整備する時にきちっとねチェックをしながら、サビのひどいところはちゃんと補修をしてやりたいと思います。いやでもね本当に触られてないね。キャブレターも本当そのままやね。いやなんとなかなか珍しいよ。
チェーンオイラーもついたままですね。これなかなか珍しいですね。珍しいんですね。もともとはついてるんだけど、はい、もう実際チェーンオイラーを稼働さすとチェーン油が飛び散って、もう汚れまくるんで、はい、今はもうシールチェーンでいいチェーンがあるんでね、もうチェーンオイラーなんか使わなくて全然大丈夫です。そんな感じでずーっと一周回ってきたこのオートバイ。はい。いやー絶。じゃあね、これエンジンかけてねチェックっていうのをねお願いしていこうかなと思います。はい。えみちゃんこれ1975年昭和50年のオートバイだから、はい、昭和50年といえば山陽新幹線岡山博多間開業。ああ、ちょっと年代感じますね。感じる？はい。で昭和50年といえば、はい、ちょっとね最近嫌な事件もあったけど、はい、シークレットサービスに準じて、はい、日本に SP ができた年なんだよね。へえ。アメリカの大統領警護官をこう模して日本の SP、そうなん、はい、が創設されたのも1975年で、1975年といえばエリザベス女王が来日、国賓としてねエリザベス女王が初めて来た。なるほど。はい、それすごいことだったらしくて、そんな時にね特別警護隊みたいなのが、はい、発足してるって言われてますね。であと昭和50年といえば、はい、3億円事件が時効を迎えたんだよね。へえ。もうバレずにあの日まで3億円持ってた人はきっとリッチやね。確かね CB の白バイでって言ってね3億円奪った事件があったんだけどね。はい、僕ら子供の時ってねちょっと交差点で事故の多いところにはね、はい、3億円事件の犯人の警察官の等身大のパネルが置いてあって、はい、交通安全の喚起看板だったよ。で昭和50年といえば第二次ベビーブーム。まあ近いよね。俺1972年生まれやし。そうですね、はい、僕らね、小学校のクラスも10組とかめっちゃ子供ったよ。で昭和50年、はい、なんと広島東洋カープが初優勝。おお。邪剣。邪剣。流行語が、これ流行語にもなってんねんけど歌でもあったんやけど、あんたあの子の何なのさ。これが昭和50年。1975年ね。であとちょっとね社会性があって物議を醸し出したらというかね、その当時論議をこう巻き起こしたのが、はい、私作る人僕食べる人っていう CM が、はい、これハウスのシャンメンかなんかやったね、はい、醤油味。これでちょっとねなんか女性が作る人で男性が食べる人ですかみたいな、そういうねこう時代をセンセーショナルに流行語になった。であとはねその当時テレビで言うと、はい、フランダースの犬アトラッシュ。そう、よう知ってるよ。あとカックラキン大放送カーマーキリーとか知らん？それは分からない。マジかカーマーキリーでねいろいろあった。俺よう分かった俺。あと金ちゃんのドンとやってみよう。これもうねきっとねこれもう本当に今50代60代の人懐かしいんちゃうかな。金ドンなんて言ってもずーっとシリーズ化。本当わからない。じゃあ若いね。そう。昭和50年。じゃまたポン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 今回はまた。これだけは聞いて。昭和50年1975年に発売されたやつ。発売シリーズだけは言っときたい。何ですか？キノコの山。ああキノコの山。これはじゃあ OK にします。せやろ。あと違うもうストップですよ。ハイチュウもやね。じゃあハイチュウも OK にしときます。ここでとりあえずはい今日はここまでにしとくわ。はい、皆さんまた次回。また次の1975年昭和50年のバイク見つけたんで。はい。なんでね、はい。じゃあね、きちんとねこのオートバイをね、どういう状態かっていうのをはい進めたいと思います。はい。そしたらね、これ今日これを指導確認するということで、昨日のうちにねプラグホールの中にオイル入れて、でクランキングは軽くやってあります。あとはねバッテリーも充電したものをもう用意してあるのでバッテリーはつけました。ただまだセルも回してないし動かしてないです。でもう一度ねプラグホールの中にねオイル入れてからクランキングしてエンジンかかるかどうかねやってみようと思います。はい、わかりました。今日ねここからはねうちの工場長来てもらってるんで始めたいと思います。はい、わかりました。飛んでないね。外しましょう、危ないから。